皆さんこんにちは。私は日本生まれ日本育ち、ニューヨーク在住8年、デザインマーケティング関係の仕事をしています。今日はウォールストリート近辺のディナーに行った話、それからアメリカの会社で働き始めて苦労した E メールのやり取りやそれを克服した方法、そして使っている便利な AI ツールについてお散歩しながら話していきたいと思います。さて今日は仲のいい女友達数人とこのインダストリアルキッチンというところでディナーに行ってきました。このレストランはウォールストリートのイーストリバー沿いにあって、レストランからも景色が一望できます。メニューもピザやサラダとかなりカジュアルで満足度が高めでした。さて今日は職場での英語での E メールのやり取りについてシェアしていきたいと思います。私は高校まで日本にいたので英語はバリバリ第二カ国語です。でも普段の日常的な英語には問題がなかったので、まさか働き始めて E メールで壁にぶち当たるとは思っていなかったので結構落ち込みました。私の仕事ではクライアントとのコミュニケーションの大半が E メールだったので、かなりそれが重要な中心にあるものというか、そんな感じでした。で、私が一番苦労したことは書き方のトーンでした。日本人にとってはなるべく丁寧に挨拶だったりとか質問、そして感謝の気持ちを表すのがいいと思っていたんですが、入社してすぐに私の属する、業界だったりとか会社ではそれはちょっと違うなっていうふうに気がつきました。私の周りではなるべく簡潔に回りくどい言葉や飾りの言葉を入れずに率直に書くというのが大切なようでした。でもちろんネット記事や今だったらチャット GPT に聞くこともできるんですが、やっぱりその会社だったりとかその業界特有のこのトーンだったり言い回しだったりとか、そういったものをやっぱり理解しないと少しずれた表現になってしまうのかなと思います。さてそこで私なりに試した解決方法をシェアします。一つ目は同僚のメールをとにかく分析することです。例えば私は同僚が送ったメール、自分が CC されたメール、そしてクライアントが送ってきたメールなどに本当に全てに目を通して、どんな時にどんな表現、どんな文の長さでっていうことを全て分析して自分のノートを作ってそこにメモしていました。でそうすることで自分が同じような状況で同じようなことを言わなきゃいけない時にそのノートからフレーズだったりとか文章をピックアップしてそれを使っていました。でそうすることでこの自分の業界だったりとか会社の人と同じようなトーンで話すことができたと思います。でもちろんそれを繰り返していくうちになんとなくこの自分のトーンっていうものを少しちょっと加えて、もう少し自分らしく言ったりとかっていうのをひねって言えるようになったかなと思います。そして2つ目はネイティブの意見を借りることです。私の場合は働き始めて、なんとなくこの E メールのコツをつかんできたんですけれども、やっぱり自分の言い回しに完璧に自信が持てなかったりとか、少し言い方のバリエーションが欲しいかなと思ったからです。で、とても効果的だったやり方は、自分のこの仕事の中で何パターンかある流れとかいつも言うようなフレーズっていうのを見極めることです。でそれを自分なりにそのシチュエーションに合わせて E メールを何個書いて、それを英語の先生に添削してもらって、かつそれと同じようなことをどんな他の言い回しで言えるかなんていうことを、指導していただきました。本当にその授業は1回2回だけだったんですけれども、それだけでも結構自分の自信にもなったし、なんかこれで本当にいいんだとか、これはちょっとおかしかったのかっていう答え合わせができたようなレッスンだったと思います。で最後は AI ツールです。私的にはやっぱりさっきも話したこのトーンっていうのをなるべくキープしたいので、あんまり全部を AI ツールに投げ捨てるってことはしないんですけれども、絶対に必要なのはやっぱりグラマリーです。グラマリーをデスクトップにインストールして、もう各ノート各ドキュメントすべてにスペルミスがないようにしています。というのもやっぱりネイティブじゃない前提で仕事をしているので、このつまらないことで何かが間違えてるっていうのを本当にもうゼロに限りなくしたいので、もうそれは絶対にグラマリーを使っています。でチャット GPT の場合は
やっぱり全部を全て依頼してしまうとそれこそトーンがずれてきてしまうので、私の場合は、普通の時はほとんど使わずに、結構長いメールとか説明が多いメール、そういったものの時には、なるべく簡潔に書けるように GPT にこれでなんかすごい回りくどいですかとか、もう少し簡潔に書くように手伝ってくださいっていう風にすることで、かなり相手にも読みやすく効果的にGPT を使えるかなっていう風に思っています。はい、ということでまだまだ私も勉強中ですが、少しどのように英語 E メールを向上したかをシェアしたいと思いました。今後もこんな風にニューヨークでの仕事の話、日常の話などいろいろシェアしていきたいと思っています。もしよろしければいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、良い1週間を。